続いて朝紅龍、大阪府出身高砂部屋、大青山、中国出身荒汐部屋、獅司、ウクライナ出身雷部屋、金峰山。股関節なのかな、ちょっとこれ今ちらっと見えてますけれども、このテーピングですね、これが割と目立ってるので、右膝で、そして左にね、かばおうとして、やっぱり負担かかってしまうんですよね。かもしれませんね。ここだとそうです、頭に入ってると思うんですが、分かっていても食ってしまうのが友風のはたき込みです。さあ7月場所、幕内の取り組みが始まっていきます。行司は木村朝之助です。突っ込んでいったのは朝紅龍です。この引きも警戒しながら、しかしあまり警戒しすぎてはいけません。朝紅龍、朝紅龍が出る。このはたき込みどうか。軍配は朝紅龍に上がりました。じりっと出ていって朝紅龍、物につかないですね。つかないですね。今場所は友風のはたき込みは十分頭にありました。本当分かっててもこの首根っこつかまれるとあれが強いらしいですよね。普通だったら、はい、あれだけ引くぞっていう感覚だったらうまさというかですね、ずるさでもあるんですけどね、怪我しているんでね、あんま出れないんですけど、これですよね。なんかレスリングみたいですもんね。確かにそうですね。ガブリ起こしみたいな。出たいんだけど、朝紅龍はこの右って邪魔だなと、下手に出て絶対足揃ってはいけないし、自分も右膝悪いし、でいろんなこと考えてやっぱり慎重な攻めになりますよね。これ一回引いてちょっと思いっきり来たところを出るしかないですけどね。ただ怖いです。錦富士、武富士と3人の力士は5勝1敗と好調です。関取って言ってもね、関取ぐらいの力に旭富士もいますしまだ旭富士、初土俵から負けていません。今日も勝ったのかな。先場所十両で、ともに十両で対戦がありまして、その時は押し出しで武富士が勝っています。左を覗かせました。ここから一気に走りたいのが武富士ですが、押し出しました。武富士の勝ちです。なんとか小野勝しのごうとしましたけれども、今日は一気に出る相撲ではありませんでしたけど、この辺もやはり稽古十分というところですかね。タッチペイに行きましょうか。タッチペイに行きますか。はい。ただいまの決まり手は押し出し。どうぞ。押し出して武富士の勝ち。当たる角度いいですよね。ここストップ。そうです。ここの手ですよね。ちょっとぼやけちゃってるんですけど、下から押っつけていくというね。いいです。スタートしてください。でこれ左入りましたよね。ここで左入った。本当は多分ここ右の時は切ったらそこがもう修復しないと言われて切れなかったんですけどね。だから力士は手術は絶対にしない、メスは入れないというね。そうですね。そういう時代でしたけどね。メジャーリーグのね、大谷選手もね、メス入れたりして復活してるのを見たらやっぱりね、僕もそういうふうに直そうっていう希望も出てきますよね。ご覧のようにこちらも錦富士好調です。初日黒星の後5連勝中。過去は2対1と錦富士が獅司戦リードしています。さあ、ただ一人の勝ちっぱなしの獅司です。ちょっと動きました獅司。
下から攻めるのが錦富士、いい攻めです。送り出し錦富士の勝ち。これで勝ちっぱなしが7月場所名古屋場所は早くもいなくなってしまいました。ちょっと今日腰が引けてましたね。立ち合いからちょっと動きまして、なんかちょっと消極的なね、多分頭からいって、こう相手に入られないようにしてるんだけど、はい腰が引けちゃってるんで、はいい相撲でした。ちょっといなした感じですか。右上手取りたかったんですかね。でもね、192センチある人がここまで無理に頭を下げる必要ないんですよね。でもこれが今のところ獅子の相撲なんですけどね。それはだけで相手には脅威になるので、それでもそういうなんていうのかな、引っ張り込むような相撲を取らないのがカズマいいですよね。そうですね。はい、腰の重たさもありまして、これが武器で、前にこれが攻めに生きると非常に強いんですが、これが守りになってとしては突き起こせるか、この重い200キロを超えるカズマ。行司式守喜一郎じゃないですね。重たい腰、阿炎はこの後どうする。押し切りました。阿炎の勝ちです。今日は引くそぶりは全くありませんでした。顎が上げられてましたかね。そうでしたね。僕は阿炎は攻めがうまいんですよ。特に相手の反応を見ながらこう喉輪で押し上げるのが阿炎うまいですよね。ちょっとカズマどうしていいか分からない感じです。突っ張りのかわし方。なるほど。あれだけ喉を押し上げられると、もろ手突きでいい阿炎で引くかなっていうふうにちょっとカズマは思っているんですけど、これ引くと大きいからね、阿炎も簡単に言うと避けるの難しいですよね。なるほど。なのでここまでこれって相撲取れてよかったんじゃないですかね。ずっと十両の上位にいたんですが、なかなか壁が破れなかったところ、ついに破って新入幕を果たしました。この右のふくらはぎですね、これがちょっと、残念なところではありますが、右四つ得意にしている朝白龍です。2勝4敗同士という両者の対戦。上手を引きました大青山。朝白龍も上手を引いています。がっぷりになりました。右四つ。今日はよく前に出ました。大青山の勝ち。がぶり寄りですか。この白星は大きい大青山です。ちょっと握手いきましょうか。握手いきますか。ね、ポイントで、はい、立ち合いも良かったですね。そうだ、この後ね、不戦勝ですからね、それをやってからにしましょうね。失礼しました。いえいえ。大きいね、この大青山。そこ見ましょう、見ましょう。お付けも良かったですね。上手も取って、大きいからこの上手の位置で相撲を取れると思うんですけど、ここからがぶり寄りですよね。ちょっと上手深いかなと思ったんですよ。ここでね、右下手から投げられるの嫌なの、これでがぶっていくとお腹をこうね、これをがぶり寄る。これ琴勝峰で不戦勝の勝ち名乗り、残念ながら若の勝、昨日の相撲で膝を痛めてしまいました。好調だっただけに非常に残念な昨日の怪我です。今日の対戦相手は金峰山が花道から入ってくるはずです。なかなか登場しませんね。よく耐えましたね。そうですね。そこから押し返してますし。何度もその攻防が入れ替わる激しい相撲になりました。ここは若の勝が攻めていきます。そして押し返す藤亮がこの後右足が少し流れて、膝が内に入りましたね。入りました。激しい相撲で藤亮が押した時に若の勝の右足が少し入る感じ。金峰山もこれで5勝目ということになります。行司式守喜一郎から不戦勝の勝ち名乗りです。
御嶽海も気持ちという部分が前面に出ますので、一つこれ勝ちますと気分よくポンポンポンとまた連勝ということになるかもしれません。過去は8対6と手をついて差しに行きました。朝乃山、右が入りました。どうやら上手も引いたようです。万全の体勢。このすくい投げが強い御嶽海、残した朝乃山、元気な朝乃山です。上手は離しません。投げの打ち合い、上手投げ、朝乃山の勝ち。御嶽海も今日は前線、かなり粘りましたけれども、大丈夫ですね。どこか打ったのかな。今ゆっくりと御嶽海、土俵に戻ってきました。だからこれもあれですよね、はい、先ほど一番前のはいガブリ寄りじゃないですけど、朝乃山流のガブリ寄りですかね。ああ、なるほど。ゆっくりこう四つで左の上手を引きますと、やっぱり朝乃山強いですよね。当たり方もいいですよね。左上手取るのも早いし、はい、ここですよね。ここからこう少しこうガブりながらこういくって、これ朝乃山のこう、得意の寄り方というかね。はい、ここで御嶽海もね、よく体を入れ替えたんですが、しかし攻め手を緩めませんでした朝乃山。最後まで上手は離しませんでした。まだ優勝争いに名前残しましたからね。さあ、ただ今日の対戦相手千代翔馬は先ほどちょっと言いましたが、立ち合いいろいろあります。昨日は狼雅戦、立ち合いある千代翔馬ですが、じゃあ張るんですかね。どうでしょう。張って左上手取りに行くとか、いろんな立ち合いしてきます千代翔馬。でも藤亮はそれ分かってるはずですが、だから今見てます。はい、いや見てますね、見てますね、見てる。まともに来ました。今日はまともに突っ張って叩き、あっと、ただ左手が微妙なところでしたが、ちょっと軍配は千代翔馬に上がったんですけども、物言いです。見てても同じぐらいのタイミングですよね。ちょっと千代翔馬の左から懐がね、簡単に言うと大きいんですよね。しかし変化しませんでしたね、千代翔馬。しなかったですね。さすがに突っ張りましたよ。はい、ちょっと藤亮がもう面食ら取るかもしれませんが、さあ騒ぎがつきました。軍配は千代翔馬に上がっています。この画面の左の上、千代翔馬のところに黄色い四角が入ってますが、一応これ軍配をもらったということです。行司軍配は千代翔馬に上がりましたが、両者の体が落ちるのは同時ではないかと物言いがつき、協議した結果、同時と見て取り直しといたします。同時ですね。そうですよね。いや、しかし陽之介もよく見て千代翔馬に軍配を上げました。で、この取り直しの時に千代翔馬が立ち合いどうするかですよね。いや、私別に千代翔馬に変化してほしいわけじゃないんですけども。でも吉田さんも長年相撲見てるんで、藤亮がは見てます。張ってくるんじゃないですかね。今度は張り差しか。張り差しだ。さすが花田さん、肩すかしはよく見ている藤亮がまた張った。藤亮がの攻めを押し出しました。藤亮がの勝ち。張り差しで一度は左覗きましたけれども、千代翔馬悔しかったでしょうね。土俵出ても引いてましたけど悔しいのは藤亮が引いたけど藤亮がのが悔しいよね。本当はね、張りたいけどね、張ったら状態上がるの分かってるからね。これかなり強烈に払えたんですが、冷静にダメ引きっていうのかな、ダメ押しってよくあるけど、この顔この顔落ち着いてましたね、藤亮が2回目の張りでカットすることはなかったですしね。カットしてないんですけど、でもやっぱり悔しい顔は出てますよ。土俵を狭して暴れ回って非常に人気が出た翔猿でした。しこ名もいいんじゃないですか、翔猿、海外からね、説明されるとちゃんとフライングモンキー、
パリ公演の時はね塩を大量にまいてまして、あ、そうなんですか。それも受けてましたね。今そんなに巻いてなかったですね。本場所ではあんまりわからないんですけどね。過去は13対4と若元春が大きくリードしています。2勝4敗同士の両者。立ち上げに行きました若元春。中に入れない若元春です。よく見ています。この辺りは過去の対戦成績もものを言ったかもしれません。翔猿がどうもこの若元春を苦手にしています。決めてるんですけど、最後グッとなるとコルセット代わりになるんですけどね。あ、おつきも良かったですけどね、翔猿ね、ここ引いたところで離れたんでね、この突っ張りで起こされましたね。なんかこの辺見てると若元春の合い口の良さっていうんですかね、少しこう翔猿戦に自信を持って取ってるような、そんなこの突っ張りもありますからね、若元春。この突っ張りで翔猿の上半身が浮いて、で前に出やすくなったんで良かったんじゃないですかね。下手に言いますこの四股。パリ公演パリも大いに沸かせた四股です。ただこれは本当に本場所用の四股で、部屋で、稽古の時に四股を踏みますけども、それはまた全部ちょっと赤さの四股後で見せてもらいます。いやでも琴恵光ね、本当強くなりましたよね。強くなりました。さあ対するは狼雅です。右の相四つなんですが、先場所は寄り切りで琴恵光が勝ちました。やはり右四つ、互いに上手。さあここから両者の攻めは頭を突き抜いて琴恵光引きつけました。この辺りの力強さです。寄り切って琴恵光6勝1敗です。手離しちゃったんでね、狼雅が。ちょっとタッチペンいきましょうかね。タッチペンいきますか。獅司が敗れて6勝1敗となっている中で琴恵光6勝1敗、星を伸ばしました。でしたけど、また違うこう低く腰を、そうですね。右下って取って、これはまだここじゃないですよ。この次深く取って右の肩の使い方、すってこう相手にちょっと体重をかけるっていうんですかね。そこでこうね、海外公演にまで、それだけしっかりと体のケアをしてきた高安。それまでねトレーナー帯同とかそんなもんなかったですから、ね。休場明けということもあるの。対する正代も35歳という、ベテラン同士の対戦、ともに大関経験者。この両者の対戦しばらくありませんでした。令和6年の春場所以来です。踏み込みは高安ですが、差し手争いから正代右が覗いている。それを嫌った高安。なんとか正代は差したいところです。しかしもう後がありません。攻め切りました。押し出しました高安6勝1敗。ねえ、ちょっとアクションいきましょう。高安はうまいですよね。相手力士によってね、こう変えていく、いろいろね。獅司敗れて6勝1敗となっている中で、この高安も勝って6勝1敗、また変えていくということですね。そうです、うまいですよ。これ本当にね、正代皆さん立ち合い高いから当たりやすいだろうと思うんですけど、普通のような感じの筋力じゃないですよね。簡単には押せないので、そこをどうするかっていうことも高安もちゃんと考えて計算して、でこれも離れてわざと相撲を取ってるんですよね。この辺の詰めを怠らないというところですよね。手引っ張られてしまうので、いやいいですね高安。いいです。後半です。後半ということになっています。さあ後半の土俵が始まっていきます。5勝1敗の力士でいうと霧島がいます。霧島今日琴勝峰と、それから青錦がいます。青錦は藤ノ川と、この青錦藤ノ川というのは今日解説の花田勝さん注目の藤青雲です。軍配はすでに帰っています元木。
左が覗きました藤青雲、前に出ます。寄り倒しました藤青雲の勝ち。今場所は宇良はもう一つ元気がありません。今数字が赤く6に変わりましたが、宇良は1勝6敗です。一方藤青雲の白星が4に変わりまして、藤青雲4勝3敗、白星を1つリードさせました。こう裏に攻められたりする時はあるんですけどね、まあ今場所もね調子はあんまり良くないと思うんですが、はい、でも攻めにしても藤青雲はこう低く当たってからの、ね、前の出方もいいし、前出ればいいのになね。去年の名古屋場所はこの欧勝馬は新三役の場所だったんですが、その後三役目指してるんですけれどもちょっと遠いという状況です。一方大栄翔はやはり去年の名古屋場所は三役だったんですが、それ以来の三役昇進に向けて、それ以上に5勝1敗、現段階では1敗というのが最もいい成績です。過去は2対1、大栄翔リード。引きについていきました。欧勝馬の勝ちです。今日は大栄翔ちょっとあっさりとした相撲でした。まともに引いてしまいました。大栄翔1敗から2敗という星が変わります。5勝2敗です。今日はいなさなかったですね、大栄翔ね、この大きいねこう前傾で頭下げてきて、そういう人が突然こう前に出てくるとこれもっとやりにくいんですよね。だから欧勝馬は常にこういう相撲取ればいいわけですよね。です、はい、買ったことあるんですよ。誰でしょう相手は。言わないですいや買ったことあるんだけど気分悪くてもうやめようと思って。そうですか。俺は春よりのど輪の方がいいかなって思って、人それぞれだと思うんですよね。こう一山本なんかね、のど輪でこう集中的にね、こうやったりするじゃないですか。対するは美ノ海さん。ね、今日美ノ海相撲うまいからどう取るのかな。ちょっと突っかけました一山本。美ノ海は上位戦が続いているせいもあって星がもう一つ上がっていません。前に出ます。膝が折れてしまいました。一山本の勝ちです。左からいなそう手繰ろうという、そこで膝が入ってしまいました。一山本前出てましたよね、立ち合いからね、はい、で美ノ海も下からこう突っ張りをかいくぐるようなね、はい、しましたが、やはり前に出て手を伸ばした足も出方も良かったんじゃないですか。しのぐ、あるいは対応するのはうまいんですよね、この辺ね。こういうの、でも左からいなすっていうのは分かってたんじゃないですか、最後。ここでちょっと回しが届く前に足が崩れましたかね。崩れてしまいましたね。ちょっと心配で、一山本怪我したのかなって一瞬。動きなどを見てますとちょっとやはりまだ本人が気にしていますか。いや、昨日もちょっと終わった後心配でした、だから今日どういう相撲を取るのかなと思ってるんです。その意味も含めて余計注目のということですね。もう上がってきてないので藤の川も、4日目には初金星大の里を破りました。昨日は大関の琴櫻を破っています。軍配返りました。右が入って捕まえたのは王鵬。こうなると王鵬か。もろ差しになりました豪ノ山。攻めます豪ノ山。寄り切りました豪ノ山の勝ち。これで3勝4敗としました。王鵬がもう一つ今場所は元気がありません。1勝6敗です。今東北まで、という情報が入ってきました。俺らの時にね北海道回ってたんですけどね、ちょっとこの相撲両者元気ないですね。両者元気ないですか。足意外と取ってますけど自分で外してますね、王鵬は。で豪ノ山もね、本当は四つじゃないですから、これも引っ張り込んでいきますし、ただ豪ノ山も上位戦が続いていることもありますが、そうした中で殊勲の星も上げていますので、ここから大切ですね。東が特に強烈な隆の勝。
それをさせないように立ち合い当たっていってまわしを狙いたい吉野富士じゃないですかね、その辺を注目しましょう。潰されてしまいました。足大丈夫でしょうか、吉野富士。どっと出ていったんですが、勝ったのは隆の勝です。ね、動きいいですもんね、隆の勝。前に出てこられて、はい、刺されるより喉はやられるより先に攻めていったんでしょうね、今日はね、吉野富士は。互いなのかな、どうかな。隆の勝動いてますよね、体がね、はい、回り込むのも速いし、足は大丈夫かな、足。吉野富士は新三役、やはりなかなかこの新三役という地位は原田さん難しい地位とよく言われますけれどもね。そうですね。でもね、この負け方がいいんですよ。吉野富士の負け方がいい。前出てます。レスリングスタイルですかね。というのは、その角度だと怪我するので、はい、もう少しちょっと足を左右って左少し前にした方がいいかなって思うんですよね。両足揃って昨日も無双切ってるんで、両足揃って無双切ってる。お腹に1人が青錦でもあります。5勝1敗。この両者の対戦春場所にありまして、その時は押し出しで青錦が勝っています。21歳の藤野川、そして22歳の青錦、互いに年が近いということで意識を持っている2人です。と流行りました藤野川です。藤野川は今日もいつも以上に気合が入っています。おっと飛んでいった。これは失敗だ。寄り切りました青錦の勝ちです。という結果になりました。原田さん、わざと突っかけたと思ったんです。なんかおかしいなと思った。確かに必要以上に早い突っかけでしたもんね。で絶対青錦に対して右に変わっちゃダメなんです。というのも絶対に崩れない。崩れない。そのあたりは研究不足ですかね。反応もしちゃってます。右に大きく取りました。左入られたら無理です。これ藤野川の方のこの心理、考え方、作戦としてはどうなんでしょう。読まれるから、もうやるんだったら最初からやってた方がよかったですね。一回突っかけないで。突っかけない。はい。いいんですよ、いいんですよ。体小さいからいろんなことやってやっていくのがいいんですけどね。そう、確かに相手からするとまともに来るときと、それから動いてくるときとその優先あるわけですし。カド番の時きついですからね。一方、熱海富士としては関脇でなんとか2桁大関昇進に向けての起点を作りたいところです。そのためにはこの辺り熱海富士が力をつけてきていることを表しています。四つで言えばこの両者右の相四つということになります。手をついて行司木村晃之助、差し争いから出るのは熱海富士です。止まりませんでした。差し手争いから出た熱海富士、出られなかった琴櫻。琴櫻は4敗、カド番大関が3勝4敗で明日中日です。一握手しましょうか。熱海富士は5勝2敗。なんでなんだろうっていうと浮いてますよね。立った瞬間の腰の位置がもう違いますもんね。それがこの琴櫻の大きな体が活かせないことの一番なんですよね。いい時の琴櫻ってもう立った瞬間に前傾というかね、ほってこう当たっちゃってるんで、だから落ち着いて熱海富士がこういういい立ち合いからもうこの2対1とご紹介しましたが、その琴勝峰1勝を挙げているのがちょうど1年前名古屋場所、優勝をした場所ですね。
その14日目にこの霧島を破りました。関脇2場所目の琴勝峰、時間になりました。琴勝峰頭からいきました。ちょっと手繰った霧島です。琴勝峰上手、琴勝峰は上手を引きましたが、その上手が切れた。左四つ、互いに回しはしてません。霧島のこの押っつけ、かいなを返されてちょっと琴勝峰苦しい体勢。ただ左の下手を引いたのは琴勝峰です。霧島も十分の左下手。足を入れて投げに行きました。霧島の勝ちです。6勝1敗。琴勝峰善戦しましたけれども、最後まわしを取られてしまいました。豪快な下手投げ、ごろりと転がした霧島です。じゃあちょっとタッチペンいきましょうかね。タッチペン、はい、霧島位置を変えて、もう少し左足が出ていると首投げにいけるんですけどね。ここはうまいですよね、霧島。左そうはさせないと、あとここは疲れさせてるだけですよね。なるほどね、この辺りは霧島の方が百戦錬磨と言えるかもしれません。で右足が徐々にこう前に行くんで、あとは下手投げを狙っているという、でも立ち合いは良かったですよ、琴勝峰も。霧島もこうした投げとか足技とかいろいろできますからね。それが時々墓穴を掘ったりするんですが、負けたのもちょっと失敗したっていう感じだからですね。まだ疲れとかそういうのは出てないと思うので、疲れてるけど毎日瀬ヶ浜勢。さあここで時間です。大野里にとっては後半戦に向けての一つ試金石。気持ちと話す大野里、立ち合いに集中します。このところ横綱キラーという白の富士が昨日に続いての金星を目指します。行司は立行司の伊之助。前に出る大野里、左が入りました。強い大野里です。白の富士に何もさせません。これで乗っていけるか大野里。3連勝としました。4勝3敗で明日中日を迎えます。当たっていってよかったですね。確かにしっかり当たりましたね。絶対もう下しちゃいけないというか、白の富士は5勝2敗と星が変わります。だって考えてください。192センチ、189キロです。山みたいな人がもわーって下から前に出てこられるだけで脅威ですから、相手は。そうちょうど1年前の名古屋場所が新横綱の場所で、まま大野里時代を迎えるのかというふうにね、低いですし当たりも強いですからね。一歩間違えると霧島の一番のようにガバッと前に攻め込んでいきます。さあここで制限時間いっぱいになりました。獅司が敗れて全勝がなくなって、最もいい成績は6勝1敗ということで言いますと、星一つの差、豊昇龍は落とせません。右足の状態ですね。膝のテーピングがちょっと気になるところです。昨日の今日なんでね。
平戸海は初金星を目指します。踏み込んでいった平戸海、すくい投げ、豊昇龍の勝ち。思い切って平戸海行きましたけれども、得意の右が覗きました豊昇龍。でも足動いてないです。ああ、そうですか。尊敬できないし、十分に右膝が曲げられない状況ですかね。今日を乗り越えればって気持ちです。ただ白星を挙げて5勝2敗、連敗はしませんでした豊昇龍。平戸海を退けたと。もう上手も引いてましたね。もう右が主体なんで、はい、この横綱はね、はい、足やっぱ動いてないですね。負担かけてないし、多分今日怖かったはずですよ。確かに踏み込みもなかったですね。その意味ではただ右が差せたということが大きかったかもしれません。平戸海も右四つ得意にしていますので、豪快に見えますが、ちょっと心配な豊昇龍の膝というところかもしれません。一日経てばですね、あとはね、痛み止めでも注射でも打っていくしかないですよ。さあ、7月名古屋場所7日目の幕内の取り組みといいますか、7日目の取り組みがすべて終わりました。昨日まで勝ちっぱなしだった獅司が敗れたことで、勝ちっぱなし早くも名古屋場所今年はいなくなってしまいました。6勝1敗で7人という展開に変わっています。弓取式は豊昇龍と同じ立浪部屋の上戸です。先月のパリ公演でもこの弓取式というのがやっぱり館内には非常にアピールする状況になりました。火が打ち鳴らされて、打ち出しは午後5時58分です。すべての取り組みが終わりました。さあ、この後は花田さんの選ぶ今日の一番をたっぷりと振り返っていきます。これをもちまして大相撲7月場所